世界最古級の企業が複数存在する日本。アトラス・オブスキュラの記事では、世界で歴史のある企業が紹介されています。2013年に創業400周年を迎えたアメリカで最も古い歴史を持つ農園場、シャーリー・プランテーション。シャーリー・プランテーションが開業した1613年当時、日本の早川にある西山温泉は、すでに1000年近い歴史がありました。日本には1000年以上の歴史を持つ旅館がいくつもあり、石川県小松市にある星旅館は、西暦718年に創業したと記録されており、創業以来46代にわたって同族が経営しています。また、西暦705年に創業した西山温泉は1300年以上続いており、同じ一族が52代にわたって旅館を経営しています。オーナーだけでなく、スタッフの中にも何百年も同じ職場で働いている一族がいます。ところが、西山温泉、慶雲館ですら、日本では最古ではないのです。西暦578年には、建設会社の金剛組が設立されていて、今でも継続して経営しています。日本には、古くからある企業が非常に多いのが特徴で、1300年以前に創業した企業のうち、現在も創業しているのは、世界で50社ありますが、その中の24社は、日本企業なのです。多くは旅館や温泉ですが、紙袋の源田市業771年創業や、菓子メーカーである一文字屋和助1000年、ゴルベアメ総本舗1177年、藤戸まんじゅう1184年もあります。2008年現在、世界には200年以上の歴史を持つ企業が5586社あり、そのうち日本には3146社が存在し、100年以上の歴史を持つ企業も日本には2万1000社以上存在するという調査結果もあるほどです。ヨーロッパにも古い企業があります。例えば、オーストリアのザルツブルグにあるシュティフツケラー・ザンクト・ペーターです。カール大帝の宮廷に招かれたイギリスの学者で、修道院長のアルクインが803年に初めて言及した老舗です。また、イギリスやアイルランドには何世紀にもわたって商売を続けてきたパブが数多くあります。1970年代にアイルランドのアスローンにあるショーンズバーを改築した際、作業員が壁をマトルと銅で作ったことを発見し、その年代は10世紀にまで遡るといいます。リーズのザ・ウィングリー・アームズは、ウィリアム征服王で有名なドームズデイブック、コニー・ウィリス、アメリカに記録されていて、905年から953年の間に開店したと考えられています。ヨーロッパのアンティーク企業は、レストランやバー、醸造所、ぶどう園といったものが多く、たまに工場や鋳造所も含まれます。イタリアの重機メーカー、ベレッタは、1526年から家族経営が続いていて、ベルギーではステラ・アルトワが1366年からローエン・ブラウが1383年から醸造を続けています。あなたが飲んでいる紅茶は1706年から取引されている会社で作られたものかもしれません。トワイニングスティーは300年以上も紅茶を販売しているだけでなく、創業以来、同じ場所にあるのです。銀行もまた、最も古い企業の一つです。ドイツのベレンベルク銀行は、1590年、バークレーズ銀行、クーツ銀行、イングランド銀行、スコットランド銀行は1690年代に設立されています。アメリカ最古の銀行である
バンクオブニューヨークなどは18世紀に設立されています。すべての老舗企業が伝統に縛られているわけではありません。古くからある革新的な企業の例として、最も有名なのは、おそらく日本企業だと考えられます。自動車メーカーとして多くの人が知っている三菱は、1870年、海運を主な事業としてスタートし、財閥にまで発展し、造船、銀行、日本最大、保険、原子力、化学、カメラなどの取引も行っています。バイクメーカーとして知られるヤマハは、1887年にピアノメーカーからスタートしていますが、現在では半導体やスポーツ用品から産業用ロボットまであらゆるものを作っています。任天堂も1880年代の創業です。花札を作り始めたのが最初で、過去にはラブホテルからタクシーまで様々な事業に投資しているのです。記事のコメント欄には海外から驚きの声が多数寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。1000年以上続いてるなんて衝撃的な事実だ。過去1000年間に日本では戦争や内乱が頻繁に行われてきた。戦国と呼ばれる時代もあったからね。1800年代には政権がひっくり返る革命戦争も起きたし、空襲だって経験してる。そういう時代をも生き抜いてきたということだ。1000年を超える歴史を持つ企業に心を奪われてしまった。ビジネスの概念が我々とは全く違う。永遠に続くことを目指した大企業でさえ、その多くが風の前の塵に同じく軽々と吹き飛んでいってしまったというのに。1000年前からあるお店とかワクワクが止まらないね。僕の国が100年を超える企業を、ましてや1000年企業を何社も持つことはまず無理だろう。こんなお店が存在することを事前に知ってたら、日本に旅行で行った時に絶対立ち寄ったのに。何かを生き残らせる方法の模範だね。単に事業を拡大させられるからといって、急速に拡大することは避けた方がいい。今ある建物の上に新たに建物を重ねる前に基礎が盤石であるかを確認するべきなんだ。もしも基礎が弱かったりすれば、どんなに頑丈な建物も崩壊してしまうのだから。俺の国の経済みたいだな。急速に拡大させた業界から崩れかけてる。日本を日本たらしめてる面だね。実際に住んでたことがあるけど、本当に素晴らしかった。日本はかなり運も良かったよ。何度も戦争を体験してきたけど、第二次世界大戦の空襲以外は全部日本国外で起きたし。だから古い建築物や企業がたくさん残ってるんだ。俺は島国だからこその脅威だと思ってるけどね。日本に古い木造建築がかなりの数残ってる一方で、隣国ではそうはならなかった理由は、台風の影響で原稿を撃退できたのも大きい。基本、日本はアジアのイギリスなんだよ。私たちも本土で全面戦争は起きてないから、日本とは違う価値観なのよ。この国は過去よりも未来を信じる社会だし、何でもかんでも使い捨ての上、新しいものに目がない。私たちは日本から何かを学べると思わない？間違いなく日本から学ぶべきことがある。超大国が謙虚さというものを知れば、さらに強くなることができるということもね。謙虚さを学び直す、いいタイミングなのかも。
日本の伝統的な建築物は地震に強くて、軽い木造の建物や紙の壁は揺れたり曲がったりするけど、倒壊することはないようにできている。もちろん木だから火には弱いけど、衝撃の事実に圧倒されてしまったよ。だけど、この情報を知れて本当に良かった。1000年続く企業が存在するとか、驚愕ものだよね。いやはや、ただただ驚くしかない。任天堂が100年以上の歴史を持っている。その事実に衝撃を受けた。こんな長く残ってる会社が存在するなんて想像できるか？本当にもう嘘かと思っちゃうような話だよな。涙と苦しみと人生をかけた献身性。きっとそういうものが土台にあるんだろうね。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。1000年企業ってすごいと思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。